こんにちは。本動画は初めてフリーCADを使う方向けの内容です。絵を描く、立体にする、削る、この3つだけに絞って最低限の基本操作を身につけます。この最低限の使い方さえ分かってしまえば、フリーCADの操作に一気になれると思います。専門用語は必要になったところで少しずつ説明します。まずはフリーCADで立体を作る流れを体験してみましょう。本動画は第1章から第7章の構成となっています。最低限の使い方、最低限のルールだけに凝縮して解説します。フリーCADを初めて触る方でもつまずかずに初めの一歩を踏み出せます。まずは動画と同じように一緒に操作してみましょう。早すぎる部分は適宜一時停止やスロー再生でご覧ください。それでは始めましょう。フリーCADを起動したらこんな画面が表示されていると思います。フリーCADにはワークベンチという概念があります。初めての方はとりあえずパートデザインだけ知っていれば OK です。もしパートデザインになっていなければドロップダウンをクリックしてください。表示された項目の中からパートデザインを選択してください。では実際に操作してみましょう。フリーCADは必要な設定を順番に案内してくれます。次々に新しい単語が出てきますが、ひとまずわからなくて OK です。動画を見ながら一緒に同じところをクリックしてください。まずパートデザインを使って作成するにはパラメトリックボディというボタンから始めることになります。パラメトリックボディをクリックするとボディという立体を作って積み上げていくための入れ物が自動で作られます。今は作品を入れる箱ができたんだなくらいの認識で大丈夫です。ではパラメトリックボディボタンをクリックしてください。新しいスケッチという項目が表示されています。スケッチはお絵描きするためのキャンバスです。ここに描いた形が後で立体になります。では新しいスケッチをクリックしてください。次にアタッチメントを選択という項目が表示されます。これはスケッチを上から見た状態で描きたいか正面からか横からかというのを選択する項目です。今回は XY 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。XY 平面では上から見たスケッチを描くことになります。画面が切り替わったと思います。これがスケッチ画面です。さて当動画ではグリッドスナップ機能で方眼紙のマス目を目印にお絵描きする方法で作図していきます。画面の赤枠で表示している部分にスパナーアイコンがあります。クリックしてください。グリッドを表示、グリッド間隔を自動調整、グリッドにスナップをチェックしてください。これでグリッドのマス目にマウスカーソルが吸い付くようになります。一般的には高速という概念で位置やサイズ設定を行いますが、必要な高速は自動で適用されるので今は気にしなくて OK です。では最初のスケッチです。ここでは四角形ツールを使って適当なサイズの四角を一つ描いてください。地点と終点をクリックするだけで描けます。クリックするときにカーソルがグリッドに吸い付くように動くのがわかると思います。この段階では細かいルールは気にしなくて大丈夫です。四角形が一つ描けていれば OK です。では閉じるボタンでスケッチを閉じましょう。もし閉じた後の画面がモデルになっていない場合はモデルに切り替えてください。ツリー上にボディやスケッチが表示されていますね。これをモデルツリーと呼びます。ボディは入れ物のようなものということでしたね。ボディという入れ物の中に先ほど四角形を描いたスケッチが入っていることがわかります。スケッチを選択した状態でパッドアイコンをクリックしてください。パッドというのはスケッチした図形を押し出して立体化する機能です。立体化した四角形が画面に表示されていますね。パッドパラメーターの値を変更することで立体化の細かい設定を行うことができます。例えば長さを変更することで立体の厚みを設定できます。ではこのまま OK で画面を閉じましょう。これがフリーCADで最も基本的な操作、パッド押し出しです。次にこの立体に穴を開けてみましょう。モデルツリーのパッドの左側の三角形アイコンをクリックしてください。パッドの下に先ほど四角形を描いたスケッチが表示されます。ではスケッチをダブルクリックしてください。
ケッチ編集画面に戻れます。では四角形の中に円を描いてみましょう。円アイコンをクリックしてください。円の中心と円の大きさを決めてクリックします。描き終わったら閉じるボタンでスケッチを閉じます。四角形の立体に円の穴が開きました。これがフリーキャドの基本ルールの一つ、図形の中に図形を描くと穴になるという動きです。次は立体の上にさらに形を積み上げてみましょう。3D ビューで立体の上面をクリックします。この状態でスケッチアイコンをクリックしてください。フリーキャドはこの選択されている面にスケッチを描くんだなと判断して自動的にその面をスケッチのキャンバスにしてくれます。最初に四角形を描いた時のように XY 平面を選択するという作業は必要ありません。さて今回は三角形を描いてみましょう。三角形アイコンをクリックしてください。三角形の中心と大きさを決めてクリックします。描けたら閉じるボタンでスケッチを終了します。続いてパッドアイコンをクリックして立体化します。画面のように四角形の立体の上に三角形の立体が積み上がります。このまま OK をクリックしてください。フリーキャドはこのように立体形状を積み木のように積み上げながら形を作っていきます。最後に形を削る操作をしてみましょう。三角形の上面を選択してください。スケッチアイコンをクリックしてください。今度は六角形を描いてみましょう。六角形アイコンをクリックしてください。六角形の中心と大きさを決めてクリックします。描けたら閉じるボタンをクリックしてスケッチを閉じます。ではポケットアイコンをクリックしてください。画面の通り六角形の形に沿って上から削られます。ポケットパラメーターの長さ項目で削る長さを設定できます。今度は貫通させてみましょう。タイプ項目を貫通に変更してください。このように一気に形状を貫くことができます。では OK をクリックしてください。これがパッドの逆の操作、ポケット、くり抜きです。さてポケットは形状を貫通しましたが、貫通で穴が開く対象は今まで積み上げてきた立体形状となります。つまりモデルツリーでポケットより上の形状に対して穴の貫通が適用されることになります。さてパッドで立体化、ポケットで削るという操作を行いました。フリーキャドではこのパッドとポケットを組み合わせて形状を積み上げて形を作っていくことになります。ここからは初心者がつまずくポイント、基本ルールをまとめて紹介します。まずは画面に表示している4点だけ注意してください。まず1つ目、スケッチの線が交差していたり点で触れているとフリーキャドはどこを立体にすればいいのか判断できなくなります。スケッチは交差させずきちんと閉じた形にしましょう。2つ目、スケッチの中に離れた場所に別の図形を描くとフリーキャドは1つの形なのか2つなのか判断できなくなります。後の操作で問題が起きることがあります。図形の中に図形を描くのは OK ですが、離れた場所に描くのは避けましょう。3つ目、パッドを積み上げたいのにうまくいかない場合は立体同士がくっついていないことが原因です。立体同士をくっつけて積み上げていくのが基本です。4つ目、スケッチの図形が閉じていないケースです。画面の赤枠の部分で図形が途切れていますね。立体化しようとすると Wire is not closed というエラーとなります。スケッチを検証アイコンをクリックしてください。問題のある頂点を強調表示ボタンをクリックしてください。ちょっと見づらいのですが、線が途切れているところにプラスマークが表示されます。エラーが出たらこの機能を使ってどこがおかしいのかチェックしてください。いかがでしたでしょうか？フリーキャドの初めの一歩はスケッチ、パッド、ポケットの3つだけです。この3つの操作を繰り返して形状を積み木のように積み上げて作っていきます。初心者の方がうまくいかずにはまる原因の9割はスケッチです。困ったらまずスケッチに戻って確認してください。これであなたもフリーキャドユーザーの仲間入りです。フリーキャド超入門講座はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。